皆さんこんにちは、バイクファンジャパンです。この動画では FIIO の据え置きダック K7 の開封、内容物の確認、実際に使用した様子などを紹介します。私はヨドバシカメラで FIIO K7 を 39,440 円で購入しました。キラキラしててテンションが上がるパッケージです。開封します。まずは内容物を取り出していきます。これが FIIO K7 の内容物です。内容物を確認していきます。これは AC アダプター。これは電源ケーブル。これは PC と FIIO K7 を接続する USB ケーブル。これは 6.3mm ステレオジャックから 3.5mm のステレオミニプラグへの変換アダプター。これは製品保証書。これはクイックスタートガイド。そしてこれが FIIO K7 本体です。とてもしっかりした作りです。FIIO K7 をセッティングしていきます。電源ケーブルを挿します。USB ケーブルを挿します。3.5mm のステレオミニプラグを挿す場合は変換アダプターを使用します。これは 4.4mm のバランス接続ケーブルです。USB ケーブルを Mac に接続します。Mac の場合、ドライバーのインストールは不要です。Windows の場合は、ドライバーのインストールが必要とのことです。ボリュームダイヤルをひねると電源が入ります。インプットボタンで入力ソースを切り替えることができます。QDC のスーペリアを接続するとこのようになります。バランス接続ケーブルに変更して接続するとこのようになります。このように 3.5mm ステレオミニプラグのイヤホンとバランス接続ケーブルのイヤホンを両方挿して両方から同時にオーディオを聞くこともできます。ただし、ボリュームは個別に調整できません。デスクに配置してみました。私はこれまで MOTS の M2 というオーディオインターフェースのオーディオ出力でオーディオを聞いていました。MOTS M2 は引き続きコンデンサーマイクの入力に使用します。それで MOTS M2 と FIIO K7 を一緒にデスクに置いています。音質の比較をしてみました。ちなみに私はあまりオーディオに詳しくないので私の評価はあまり信用しないでください。まず DAC の音質については私の感覚ではこのような感じでした。すべての面で FIIO K7 の方が良いと感じました。解像感、流暢感が上がり、より細かい音をしっかりと鳴らしていると感じました。ちなみに、イヤホン、ヘッドホンについてはこのような感じでした。私は安いイヤホンしか持ってないので、物足りない評価かと思います。QDC スーペリアは、ソニー WH-1000XM5 のような重低音が出ませんが、全体的に音質がとても良いと感じました。DAC と同じような言い方ですが、解像感、流暢感が良く、
気持ちよく音が鳴っていると感じました。なので最近は FiiO-K7 と QDC スーペリアをバランス接続ケーブルで接続してオーディオを聞いています。今のところこの組み合わせでとても満足しています。イヤホンの取り回しを良くするためにバランス接続ケーブルの延長ケーブルを購入しました。日本の Amazon でオンコードの2メートルの延長ケーブルを7000円で購入しました。イヤホンと FiiO-K7 の間に余分なケーブルが入ってしまうので音質的には悪影響が出ると思います。しかし私の耳では音質の劣化は感じられませんでした。延長ケーブルはこのように取り回しています。延長ケーブルを使用することでイヤホンケーブルの取り回しに悩むことがなくなります。持つ M2 は PC と電源が連動しているので PC の電源を落とすと持つ M2 も自動的に電源が落ちます。しかし FiiO-K7 は電源が独立しています。なので PC を落としても自動的に電源はオフになりません。なので手動で電源を切る必要があります。電源をオンにした際も同じです。持つ M2 は自動的に電源が入りますが FiiO-K7 は手動で電源を入れる必要があります。FiiO-K7 を使い始めた頃はこの動作が面倒だなと思いましたが次第に慣れてきました。ボリュームの連動についても電源と同じです。持つ M2 ではボリュームは PC から変更できます。FiiO-K7 では PC からボリュームを変更することはできません。ボリュームを変えるには本体の物理的なボリュームダイヤルを使用する必要があります。こちらも最初は面倒だなと感じていましたが次第に慣れてきました。ご視聴ありがとうございます。この動画がお役に立てたら幸いです。もしこの動画が良いと思ったらいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。SNS の登録もよろしければお願いします。